今日は日本のアクティビティについてお話しします。日本の生活の中で体験できるアクティビティから、少し特別なアクティビティまで、いろいろなものを紹介します。まず最初は、日本の伝統文化体験です。一つ目は、着付け体験です。皆さんは、着物や浴衣を知っていますか？着物や浴衣は日本の伝統的な服装で、とても美しい日本独特の服装です。最近では、外国人観光客の方も、着物や浴衣を着て観光を楽しむ機会が増えています。着物を着るのは少し難しいかもしれませんが、挑戦してみるのはとても楽しい体験になりますよ。着物と浴衣は、どちらも日本の伝統的な服装ですが、いくつかの違いがあります。まず、着る時期が違います。着物は一年中着られますが、浴衣は夏に着ます。浴衣は、夏の祭りや花火大会などのイベントで着ることが多いです。次に、素材が違います。着物はシルクやウールなどの厚い素材ですが、浴衣は綿や麻などの軽い素材です。そのため、浴衣は涼しく着られます。着付けの方法も違います。着物は長い下着や帯を着る必要がありますが、浴衣は簡単に着られます。帯は、いわゆるベルトです。最後に、コーディネートが違います。着物には帯飾りなどのアクセサリーが必要ですが、浴衣はシンプルなアクセサリーで着られます。このように、着物と浴衣には様々な違いがありますが、どちらも日本の伝統的な美しい服装です。着物は日本の伝統文化の一部で、長い歴史があります。着物を着ると、日本人らしい優雅さや繊細さが感じられます。着物には様々な種類があり、季節や場面に合わせて選ぶことができます。夏は涼しい色の着物を選び、冬は暖かみのある色の着物を選ぶと良いでしょう。また、日常で着る着物と、正式な場面で着る着物とでは、帯の結び方や着物の種類、装飾などが違います。しかし最近では、昔に比べて自由なスタイルの着物が増えています。着物を着るには、正しい手順を覚える必要があります。しかし、観光地には、着物を着させてくれる店がたくさんあるので、自分で着られなくても大丈夫です。着物を着て、日本の街を散歩するのはとても楽しい体験です。着物姿で写真を撮ると、素敵な思い出になります。着物を着て、日本の伝統的な祭りに参加するのもおすすめです。着物や浴衣は、日本の魅力的な文化の一つです。ぜひ、着物や浴衣に挑戦して、日本の伝統を感じてみてください。きっと素敵な体験になるはずです。二つ目は茶道体験です。日本には
独特な文化がたくさんあります。その中の一つが茶道です。茶道は日本の伝統的な文化の一つで、お茶を飲むときの決まり事や作法を学ぶものです。茶道体験では、まず、お茶の道具の使い方を学びます。茶碗、茶筅、茶杓など、いろいろな道具があります。茶碗は、お茶を入れる器です。茶筅は、小さな泡立て器のようなものです。茶杓は、お茶の粉をすくうためのスプーンです。次に、お茶の作り方を学びます。お湯を沸かして、抹茶というお茶の粉を入れ、よく混ぜます。そして、お茶を飲むときも決まりがあります。まず、茶碗を両手で持ち、ゆっくりと飲みます。飲み終わったら、茶碗を回しておきます。茶道には、おもてなしの心という大切なことがあります。丁寧に、心を込めてお客様をもてなすのが茶道の特徴です。茶道体験では、このような茶道の作法を学びます。実際にお茶を立てたり、お客様にお茶を出したりします。茶道は日本の伝統文化の一つですが、世界中の人に人気があります。茶道体験をすると、日本の文化をより深く理解できるでしょう。また、茶道には、心を落ち着かせるという効果もあります。お茶を飲むときは、ゆっくりと落ち着いて行うので、ストレスが解消されます。このように、茶道体験は、日本の伝統文化を学べるだけでなく、心を落ち着かせることもできる素晴らしい体験です。日本に来たら、ぜひ茶道体験をしてみてくださいね。三つ目は、ぶどう体験です。日本のぶどうで有名なのは剣道です。最近は、初心者の方や外国人観光客の方でも、剣道体験ができると人気になっています。剣道教室をネットで調べることもできます。剣道教室では、日本人の先生が、剣道の基本を丁寧に教えてくれます。剣道の基本の構えや動きを学び、実際に竹刀を使って稽古をすることができます。竹刀とは、竹で作られた長い剣です。初心者の方でも安全に体験できるよう、先生がサポートしてくれます。英語やその他の言語にも対応している教室があるので、気軽に参加できます。剣道を行うときは、面、小手、胴など、いろいろな防具を身につけます。面は、頭を守る防具です。小手は、手を守る防具です。胴は、胴体を守る防具です。これらの防具は、相手の攻撃を防ぐために必要なものです。防具は、安全性と動きやすさのバランスが大切で、熟練の職人が丁寧に作っています。剣道には、
日本の武士道の精神が深く根付いています。武士道では、相手を敬い、相手の立場に立って考えることが大切だとされています。剣道でもその考え方は受け継がれています。例えば、剣道の試合中に、相手から一本を取った時などに、ガッツポーズをすることは反則行為です。これは、相手を尊重する姿勢が重要とされているからです。また剣道では、勝つことよりも、自分の心を磨き、相手を思いやる心を持つことが大切にされています。剣道を通して、自分の心を鍛えることができるのです。このように剣道には、日本の伝統的な武士道の精神が反映されています。剣道体験で、日本の伝統文化に触れ、心を磨くことができるのが魅力だと言えるでしょう。続いて、日本の祭り体験についてです。日本の祭りはとても魅力的な行事です。日本の祭りには長い歴史があります。それぞれの地域で、いろいろな祭りが行われており、その地域独特の衣装や踊り、食べ物などを楽しむことができます。また、日本の祭りには活気と賑わいがあります。何より、日本の祭りに参加することで、日本の文化や伝統に触れることができるのが、大きな魅力だと言えるでしょう。それでは、日本でも有名で、人気がある祭りを紹介します。まず一つ目は京都の祇園祭です。祇園祭は、京都の夏を代表する大きな祭りです。この祭りの歴史はとても古いです。今から約1100年前に始まった祭りです。大昔、京都で重い病気が大流行した際に、人々は八坂神社の神様の像を迎えて、みんなの病気を治すために始まったのが、この祇園祭の始まりだと考えられています。その後、祇園祭は京都の人々に親しまれ、だんだんと大きな祭りになりました。今では、7月1日から31日までの1ヶ月間、いろいろな行事が行われます。中でも有名なのが、7月17日と24日に行われる山鉾巡行です。この日は、町の人々が手作りの山鉾と呼ばれる大きな山車を引き、街中を歩きます。山鉾には美しい装飾が施され、町の人々の手によって作られた芸術作品のようです。さらに、祇園囃子と呼ばれる、伝統的な音楽も祇園祭の魅力の一つです。この音楽は、祇園祭の雰囲気を盛り上げ、心を和ませてくれます。そして、祇園祭の夜は、とても綺麗です。街中にたくさんの提灯が飾られ、その明かりが夜の街を照らします。また、太鼓や笛の音などの祇園囃子が、祭りの雰囲気を盛り上げます。
祇園祭の期間中の15日と16日には、市内の通りに、数えきれないほどたくさんの屋台が並びます。屋台には、おいしい食べ物が並んでいます。お好み焼きやたこ焼き、かき氷など、京都の夏を感じられる屋台の料理を楽しむことができます。このように祇園祭は、京都の夏の風物詩として、多くの人々にとって魅力的で、人気が高い日本の祭りの一つです。二つ目は青森のねぶた祭です。青森のねぶた祭は、毎年8月2日から7日まで開催される、青森県の有名な夏祭りです。ねぶた祭りの始まりは、はっきりとわかっていませんが、奈良時代に中国から伝わってきた七夕祭りと、青森の地域にあった風習が混ざって、生まれたと考えられています。ねぶた祭りのねぶたには、美しい絵が描かれています。ねぶたは、大きな提灯のようなもののことを指します。ねぶたの高さは約5メートルで、幅は約9メートルととても大きいのが特徴です。ねぶたは、地域によって形や大きさが違います。そんな、いろいろな形をした、約20台もの巨大な提灯が、通りを進んでいきます。ねぶたには、勇ましい武将の姿や、美しい女性の姿が描かれています。ねぶたを引っ張る人たちは、太鼓や笛を演奏しながら、ねぶたを引っ張っていきます。ねぶた祭りには、たくさんの人が集まります。ねぶたを見るだけでなく、ねぶたを引っ張ることもできます。ねぶたを引っ張るのは大変ですが、とても楽しい体験になります。また、ねぶた祭りにも、たくさんの屋台が出ています。屋台では、青森のおいしい料理を食べることができます。例えば、ねぶた祭りの定番メニューであるねぶた焼きは、とても人気があります。ねぶた祭りは、青森の夏の風物詩として、多くの人に愛されています。ねぶたの美しい姿や、祭りの雰囲気を楽しむことができます。ねぶた祭りを見に行く際は、ぜひその圧倒的なねぶたの大きさを体感してみてくださいね。3つ目は花火大会です。日本の夏の風物詩である花火大会は、日本中のいろいろな場所で開かれ、それぞれ魅力的なイベントが盛りだくさんです。まず、日本三大花火大会と呼ばれる大曲の花火、隅田川花火大会、そして諏訪湖祭り湖上花火大会は、その規模と花火の美しさから特に有名です。大曲の花火は、打ち上げられる花火の数がとても多く、圧倒的な迫力を見せてくれます。隅田川花火大会は、東京の中心部で行われます。そのため、都会的な雰囲気の中で、花火を楽しめるのが大きな魅力です。また、諏訪湖祭り湖上花火大会は、
湖面に映る花火の美しさが素晴らしいと評されています。また、地域の祭りに合わせて、花火大会が開かれることがあります。例えば、なにわ淀川花火大会は、大阪の夏の風物詩として有名です。港花火は、神戸の港町の雰囲気を感じられる花火大会です。足利花火大会は、歴史ある城下町の景色と花火のコラボレーションが美しいと人気があります。これらの花火大会では、単に花火を見るだけでなく、屋台の出店や湖畔での花火鑑賞など、様々な楽しみ方ができるのも魅力の一つです。日本の夏の祭りや花火大会へ、浴衣を着て出かけてみるのも良い体験になるでしょう。夏の夜空に上がる花火を見ながら、日本の伝統的な雰囲気を感じることができるのは、まさに日本らしい体験です。続いて、日本のポップカルチャー体験についてです。日本のポップカルチャーは世界中で有名です。アニメ、漫画、ゲーム、音楽など、いろいろな分野で日本のポップカルチャーは人気を集めています。そんな日本独特のポップカルチャー体験を紹介します。一番人気があるのは、アニメの聖地巡礼です。聖地巡礼と言っても、宗教的な意味ではありません。アニメの中に出てきた土地や場所、店などを訪れることです。アニメの聖地巡礼は、アニメファンにとって大変魅力的な体験です。アニメの中で見た景色や建物が、実際にそこにあるのを確認できることは、とてもワクワクする体験です。アニメの世界が現実にあることを実感できるのです。また、アニメファンが同じ場所に集まるという楽しみもあります。同じアニメが好きな人たちと出会い、話をしたり、一緒に写真を撮ったりすることができます。アニメを通じて、新しい出会いや友達ができるのは魅力的です。さらに、聖地巡礼には、地域の活性化にもつながるメリットがあります。アニメファンが聖地を訪れることで、その地域の人々も喜び、地域の魅力を再発見することができます。このように、アニメの聖地巡礼には、アニメの世界を体験できるファンと出会える、地域の活性化につながるなど、様々な魅力があります。アニメファンにとって、聖地巡礼は、アニメの世界をより深く感じられる素晴らしい体験です。それでは、日本だけでなく、海外でも人気のアニメの聖地を一つ紹介しましょう。そのアニメは、君の名はです。まず、飛騨古川駅は、岐阜県の飛騨市にある鉄道の駅です。アニメの中で、主人公たちが乗り降りする駅として登場しました。この駅は、実際に存在する場所で、
アニメファンが訪れて、アニメの世界を体験することができます。駅の外観やホームなどを見ると、まるでアニメの中にいるような感覚になれるでしょう。次に、気田若宮神社は、飛騨市の市街地を見下ろす場所にある神社です。アニメの中で、主人公たちが参拝に訪れる神社です。この神社は、古くから地域の人々に信仰されており、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている重要な場所です。神社の境内を歩くと、アニメの世界観を感じることができます。そして、飛騨市図書館です。アニメの中で主人公たちが訪れる図書館のモデルとなった場所です。この図書館は、飛騨市の中心部にあり、約8万冊の蔵書を持っています。アニメの中で描かれた図書館の雰囲気を感じられるでしょう。それぞれの場所には、アニメの世界観を感じられる魅力があり、ファンにとって貴重な体験となるでしょう。それ以外にも、日本のポップカルチャーとして人気のコスプレを楽しんだり、非日常的な雰囲気を味わえることが魅力のメイド喫茶など、面白い体験ができる場所が、日本にはたくさんあります。これらの体験を通じて、ぜひ日本のポップカルチャーの魅力を感じてみてくださいね。最後に、日本の自然体験です。日本には、春、夏、秋、冬、それぞれの美しい自然の景色があります。その中でも特に有名なのが、春の桜と秋の紅葉です。桜は、ピンクや白の花が咲き、そよ風が吹くと、桜の花びらが舞って、とても美しい景色になります。桜の名所では、多くの人が集まり、お花見を楽しみます。また、秋の紅葉も日本の魅力の一つです。紅葉の季節には、山や渓谷、湖畔などで、木々の美しい赤や黄色の葉を見ることができます。日本での自然体験といえば、一番人気があるのは富士山です。富士山は、日本の中でも最も有名な山です。その美しい姿は、世界中の人々を魅了しています。富士山は、日本の象徴とも言えるほど、日本の自然の魅力を代表する存在なのです。富士山には様々な魅力があります。まずは、その壮大な景色です。富士山は、日本で最も高い山で、その姿は雄大です。特に、晴れた日に富士山を見ると、まるで絵のように美しい景色を見ることができます。富士山の裾野には、美しい湖や緑豊かな森林が広がっており、訪れる人を魅了しています。昔から、富士山は日本の人々に大切にされてきました。富士山は、神様が住む聖なる山だと考えられていたので、多くの人々が富士山に登りました。そして、富士山に登ることで、
心が清らかになると信じられていたのです。富士山の頂上には浅間神社があり、そこでは富士山信仰の歴史を感じることができます。さらに、富士山では様々な自然体験ができるのも魅力の一つです。登山道では美しい高山植物を見ることができ、登山を通して自然の中を歩くことができます。富士五湖や富士山のふもとにある樹海では、カヌーやサップなどのアクティビティを楽しむことができます。富士山に登れる時期は、毎年7月上旬から9月上旬の期間です。いくつか登山道がありますが、どの道も7月上旬から7月中旬に開通します。ただし、実際の日程は、雪の状況や登山道の安全性を確認して決められます。そのため、事前に富士山の公式ウェブサイトなどで、最新の情報を確認することが大切です。富士山の登山は、7月の終わりから8月の中頃が良い時期です。この時期は、梅雨が終わって天気が安定し、登山をするのに良い条件が整います。また、富士山の雪が溶けて、登山道が歩きやすくなることも良い点です。なぜなら、雪が残っているときは、登山道が滑りやすくて危険だからです。ただし、夏休みや週末は富士山が混雑するので、できるだけ平日に登山することをお勧めします。混雑を避けるためには、登山の混雑予報も確認しましょう。春の桜や秋の紅葉、富士山での自然体験など、日本の自然を味わうことで、心身ともにリフレッシュできるでしょう。いかがでしたか？今日は日本のアクティビティについていろいろなことをお話ししました。この動画が皆さんの日本語学習に役立つと嬉しいです。もっと役立つ動画を作るため、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は日本のアクティビティについてお話しします。日本の生活の中で体験できるアクティビティから、少し特別なアクティビティまで、いろいろなものを紹介します。まず最初は、日本の伝統文化体験です。一つ目は、着付け体験です。皆さんは、着物や浴衣を知っていますか？着物や浴衣は日本の伝統的な服装で、とても美しい日本独特の服装です。最近では、外国人観光客の方も、着物や浴衣を着て観光を楽しむ機会が増えています。着物を着るのは少し難しいかもしれませんが、挑戦してみるのはとても楽しい体験になりますよ。着物と浴衣は、どちらも日本の伝統的な服装ですが、いくつかの違いがあります。まず、着る時期が違います。着物は一年中着られますが、浴衣は夏に着ます。浴衣は、夏の祭りや花火大会などのイベントで着ることが多いです。次に、素材が違います。
着物はシルクやウールなどの厚い素材ですが、浴衣は綿や麻などの軽い素材です。そのため、浴衣は涼しく着られます。着付けの方法も違います。着物は長い下着や帯を着る必要がありますが、浴衣は簡単に着られます。帯はいわゆるベルトです。最後に、コーディネートが違います。着物には帯飾りなどのアクセサリーが必要ですが、浴衣はシンプルなアクセサリーで着られます。このように、着物と浴衣には様々な違いがありますが、どちらも日本の伝統的な美しい服装です。着物は日本の伝統文化の一部で、長い歴史があります。着物を着ると、日本人らしい優雅さや繊細さが感じられます。着物には様々な種類があり、季節や場面に合わせて選ぶことができます。夏は涼しい色の着物を選び、冬は温かみのある色の着物を選ぶと良いでしょう。また、日常で着る着物と正式な場面で着る着物とでは、帯の結び方や着物の種類、装飾などが違います。しかし最近では、昔に比べて自由なスタイルの着物が増えています。着物を着るには、正しい手順を覚える必要があります。しかし、観光地には、着物を着させてくれる店がたくさんあるので、自分で着られなくても大丈夫です。着物を着て、日本の街を散歩するのはとても楽しい体験です。着物姿で写真を撮ると、素敵な思い出になります。着物を着て、日本の伝統的な祭りに参加するのもおすすめです。着物や浴衣は、日本の魅力的な文化の一つです。ぜひ、着物や浴衣に挑戦して、日本の伝統を感じてみてください。きっと素敵な体験になるはずです。二つ目は茶道体験です。日本には独特な文化がたくさんあります。その中の一つが茶道です。茶道は日本の伝統的な文化の一つで、お茶を飲む時の決まり事や作法を学ぶものです。茶道体験では、まず、お茶の道具の使い方を学びます。茶碗、茶筅、茶杓など、いろいろな道具があります。茶碗は、お茶を入れる器です。茶筅は、小さな泡立て器のようなものです。茶杓は、お茶の粉をすくうためのスプーンです。次に、お茶の作り方を学びます。お湯を沸かして、抹茶というお茶の粉を入れ、よく混ぜます。そして、お茶を飲むときも決まりがあります。まず、茶碗を両手で持ち、ゆっくりと飲みます。飲み終わったら、茶碗を回しておきます。茶道には、おもてなしの心という大切なことがあります。丁寧に、心を込めてお客様をもてなすのが茶道の特徴です。茶道体験では、このような茶道の作法を学びます。実際にお茶を立てたり、お客様にお茶を出したりします。茶道は、日本の伝統文化の一つですが、世界中の人に人気があります。茶道体験をすると、日本の文化をより深く理解できるでしょう。また、茶道には、
心を落ち着かせるという効果もあります。お茶を飲むときは、ゆっくりと落ち着いて行うので、ストレスが解消されます。このように、茶道体験は、日本の伝統文化を学べるだけでなく、心を落ち着かせることもできる素晴らしい体験です。日本に来たら、ぜひ茶道体験をしてみてくださいね。3つ目は、武道体験です。日本の武道で有名なのは剣道です。最近は、初心者の方や外国人観光客の方でも、剣道体験ができると人気になっています。剣道教室をネットで調べることもできます。剣道教室では、日本人の先生が、剣道の基本を丁寧に教えてくれます。剣道の基本の構えや動きを学び、実際に竹刀を使って稽古をすることができます。竹刀とは、竹で作られた長い剣です。初心者の方でも安全に体験できるよう、先生がサポートしてくれます。英語やその他の言語にも対応している教室があるので、気軽に参加できます。剣道を行うときは、面、小手、胴など、いろいろな防具を身につけます。面は、頭を守る防具です。小手は、手を守る防具です。胴は、胴体を守る防具です。これらの防具は、相手の攻撃を防ぐために必要なものです。防具は、安全性と動きやすさのバランスが大切で、熟練の職人が丁寧に作っています。剣道には、日本の武士道の精神が深く根付いています。武士道では、相手を敬い、相手の立場に立って考えることが大切だとされています。剣道でもその考え方は受け継がれています。例えば、剣道の試合中に、相手から一本を取った時などに、ガッツポーズをすることは反則行為です。これは、相手を尊重する姿勢が重要とされているからです。また剣道では、勝つことよりも、自分の心を磨き、相手を思いやる心を持つことが大切にされています。剣道を通して、自分の心を鍛えることができるのです。このように剣道には、日本の伝統的な武士道の精神が反映されています。剣道体験で、日本の伝統文化に触れ、心を磨くことができるのが魅力だと言えるでしょう。続いて、日本の祭り体験についてです。日本の祭りはとても魅力的な行事です。日本の祭りには長い歴史があります。それぞれの地域で、いろいろな祭りが行われており、その地域独特の衣装や踊り、食べ物などを楽しむことができます。また、日本の祭りには活気と賑わいがあります。何より、日本の祭りに参加することで、日本の文化や伝統に触れることができるのが、大きな魅力だと言えるでしょう。それでは、日本でも有名で、人気がある祭りを紹介します。まず一つ目は京都の祇園祭です。祇園祭は、京都の夏を代表する大きな祭りです。この祭りの歴史はとても古いです。今から約1100年前に始まった祭りです。大昔、京都で重い病気が大流行した際に、
人々は八坂神社の神様の像を迎えて、みんなの病気を治すために始まったのが、この祇園祭の始まりだと考えられています。その後、祇園祭は京都の人々に親しまれ、だんだんと大きな祭りになりました。今では、7月1日から31日までの1ヶ月間、いろいろな行事が行われます。中でも有名なのが、7月17日と24日に行われる山鉾巡行です。この日は、町の人々が手作りの山鉾と呼ばれる大きな山車を引き、街中を歩きます。山鉾には美しい装飾が施され、町の人々の手によって作られた芸術作品のようです。さらに、祇園囃子と呼ばれる、伝統的な音楽も祇園祭の魅力の一つです。この音楽は、祇園祭の雰囲気を盛り上げ、心を和ませてくれます。そして、祇園祭の夜は、とても綺麗です。街中にたくさんの提灯が飾られ、その明かりが夜の街を照らします。また、太鼓や笛の音などの祇園囃子が、祭りの雰囲気を盛り上げます。祇園祭の期間中の15日と16日には、市内の通りに、数えきれないほどたくさんの屋台が並びます。屋台には、美味しい食べ物が並んでいます。お好み焼きやたこ焼き、かき氷など、京都の夏を感じられる屋台の料理を楽しむことができます。このように祇園祭は、京都の夏の風物詩として、多くの人々にとって魅力的で、人気が高い日本の祭りの一つです。二つ目は青森のねぶた祭です。青森のねぶた祭は、毎年8月2日から7日まで開催される、青森県の有名な夏祭りです。ねぶた祭の始まりは、はっきりとわかっていませんが、奈良時代に中国から伝わってきた七夕祭りと、青森の地域にあった風習が混ざって、生まれたと考えられています。ねぶた祭のねぶたには、美しい絵が描かれています。ねぶたは、大きな提灯のようなもののことを指します。ねぶたの高さは約5メートルで、幅は約9メートルととても大きいのが特徴です。ねぶたは、地域によって形や大きさが違います。そんな、いろいろな形をした、約20台もの巨大な提灯が、通りを進んでいきます。ねぶたには、勇ましい武将の姿や、美しい女性の姿が描かれています。ねぶたを引っ張る人たちは、太鼓や笛を演奏しながら、ねぶたを引っ張っていきます。ねぶた祭には、たくさんの人が集まります。ねぶたを見るだけでなく、ねぶたを引っ張ることもできます。ねぶたを引っ張るのは大変ですが、とても楽しい体験になります。また、ねぶた祭にも、たくさんの屋台が出ています。屋台では、青森の美味しい料理を食べることができます。例えば、ねぶた祭の定番メニューであるねぶた焼きは、とても人気があります。ねぶた祭は、青森の夏の風物詩として、多くの人に愛されています。ねぶたの美しい姿や、祭りの雰囲気を楽しむことができます。ねぶた祭を見に行く際は、
ぜひその圧倒的なねぶたの大きさを体感してみてくださいね。3つ目は花火大会です。日本の夏の風物詩である花火大会は、日本中のいろいろな場所で開かれ、それぞれ魅力的なイベントが盛りだくさんです。まず、日本三大花火大会と呼ばれる大曲の花火、隅田川花火大会、そして諏訪湖祭り湖上花火大会は、その規模と花火の美しさから特に有名です。大曲の花火は、打ち上げられる花火の数がとても多く、圧倒的な迫力を見せてくれます。隅田川花火大会は、東京の中心部で行われます。そのため、都会的な雰囲気の中で、花火を楽しめるのが大きな魅力です。また、諏訪湖祭り湖上花火大会は、湖面に映る花火の美しさが素晴らしいと評されています。また、地域の祭りに合わせて、花火大会が開かれることがあります。例えば、なにわ淀川花火大会は、大阪の夏の風物詩として有名です。港花火は、神戸の港町の雰囲気を感じられる花火大会です。足利花火大会は、歴史ある城下町の景色と花火のコラボレーションが美しいと人気があります。これらの花火大会では、単に花火を見るだけでなく、屋台の出店や湖畔での花火鑑賞など、様々な楽しみ方ができるのも魅力の一つです。日本の夏の祭りや花火大会へ、浴衣を着て出かけてみるのも良い体験になるでしょう。夏の夜空に上がる花火を見ながら、日本の伝統的な雰囲気を感じることができるのは、まさに日本らしい体験です。続いて、日本のポップカルチャー体験についてです。日本のポップカルチャーは、世界中で有名です。アニメ、漫画、ゲーム、音楽など、いろいろな分野で日本のポップカルチャーは人気を集めています。そんな、日本独特のポップカルチャー体験を紹介します。一番人気があるのは、アニメの聖地巡礼です。聖地巡礼といっても、宗教的な意味ではありません。アニメの中に出てきた土地や、場所、店などを訪れることです。アニメの聖地巡礼は、アニメファンにとって大変魅力的な体験です。アニメの中で見た景色や建物が、実際にそこにあるのを確認できることは、とてもワクワクする体験です。アニメの世界が現実にあることを実感できるのです。また、アニメファンが同じ場所に集まるという楽しみもあります。同じアニメが好きな人たちと出会い、話をしたり、一緒に写真を撮ったりすることができます。アニメを通じて、新しい出会いや友達ができるのは魅力的です。さらに、聖地巡礼には、地域の活性化にもつながるメリットがあります。アニメファンが聖地を訪れることで、その地域の人々も喜び、地域の魅力を再発見することができます。このように、アニメの聖地巡礼には、アニメの世界を体験できるファンと出会える、地域の活性化につながるなど、様々な魅力があります。アニメファンにとって、
聖地巡礼は、アニメの世界をより深く感じられる素晴らしい体験です。それでは、日本だけでなく、海外でも人気のアニメの聖地を一つ紹介しましょう。そのアニメは、君の名はです。まず、飛騨古川駅は、岐阜県の飛騨市にある鉄道の駅です。アニメの中で、主人公たちが乗り降りする駅として登場しました。この駅は、実際に存在する場所で、アニメファンが訪れて、アニメの世界を体験することができます。駅の外観やホームなどを見ると、まるでアニメの中にいるような感覚になれるでしょう。次に、気田若宮神社は、飛騨市の市街地を見下ろす場所にある神社です。アニメの中で、主人公たちが参拝に訪れる神社です。この神社は、古くから地域の人々に信仰されており、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている重要な場所です。神社の境内を歩くと、アニメの世界観を感じることができます。そして、飛騨市図書館です。アニメの中で主人公たちが訪れる図書館のモデルとなった場所です。この図書館は、飛騨市の中心部にあり、約8万冊の蔵書を持っています。アニメの中で描かれた図書館の雰囲気を感じられるでしょう。それぞれの場所には、アニメの世界観を感じられる魅力があり、ファンにとって貴重な体験となるでしょう。それ以外にも、日本のポップカルチャーとして人気のコスプレを楽しんだり、非日常的な雰囲気を味わえることが魅力のメイド喫茶など、面白い体験ができる場所が、日本にはたくさんあります。これらの体験を通じて、ぜひ日本のポップカルチャーの魅力を感じてみてくださいね。最後に、日本の自然体験です。日本には、春、夏、秋、冬、それぞれの美しい自然の景色があります。その中でも特に有名なのが、春の桜と秋の紅葉です。桜は、ピンクや白の花が咲き、そよ風が吹くと、桜の花びらが舞って、とても美しい景色になります。桜の名所では、多くの人が集まり、お花見を楽しみます。また、秋の紅葉も日本の魅力の一つです。紅葉の季節には、山や渓谷、湖畔などで、木々の美しい赤や黄色の葉を見ることができます。日本での自然体験といえば、一番人気があるのは富士山です。富士山は、日本の中でも最も有名な山です。その美しい姿は、世界中の人々を魅了しています。富士山は、日本の象徴とも言えるほど、日本の自然の魅力を代表する存在なのです。富士山には、様々な魅力があります。まずは、その壮大な景色です。富士山は、日本で最も高い山で、その姿は雄大です。特に、晴れた日に富士山を見ると、まるで絵のように美しい景色を見ることができます。富士山の裾野には、美しい湖や緑豊かな森林が広がっており、訪れる人を魅了しています。昔から、富士山は日本の人々に大切にされてきました。富士山は、
神様が住む聖なる山だと考えられていたので、多くの人々が富士山に登りました。そして、富士山に登ることで、心が清らかになると信じられていたのです。富士山の頂上には、浅間神社があり、そこでは、富士山信仰の歴史を感じることができます。さらに、富士山では、様々な自然体験ができるのも魅力の一つです。登山道では、美しい高山植物を見ることができ、登山を通して自然の中を歩くことができます。富士五湖や富士山のふもとにある樹海では、カヌーやサップなどのアクティビティを楽しむことができます。富士山に登れる時期は、毎年7月上旬から9月上旬の期間です。いくつか登山道がありますが、どの道も7月上旬から7月中旬に開通します。ただし、実際の日程は、雪の状況や登山道の安全性を確認して決められます。そのため、事前に富士山の公式ウェブサイトなどで、最新の情報を確認することが大切です。富士山の登山は、7月の終わりから8月の中頃が良い時期です。この時期は、梅雨が終わって天気が安定し、登山をするのに良い条件が整います。また、富士山の雪が溶けて、登山道が歩きやすくなることも良い点です。なぜなら、雪が残っているときは、登山道が滑りやすくて危険だからです。ただし、夏休みや週末は富士山が混雑するので、できるだけ平日に登山することをお勧めします。混雑を避けるためには、登山の混雑予報も確認しましょう。春の桜や秋の紅葉、富士山での自然体験など、日本の自然を味わうことで、心身ともにリフレッシュできるでしょう。いかがでしたか？今日は日本のアクティビティについていろいろなことをお話ししました。この動画が皆さんの日本語学習に役立つと嬉しいです。もっと役立つ動画を作るためグッドボタンやチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。